皆さん、こんにちは。このビデオでは、動詞の辞書形と手形のピッチパターンについてお話しします。では、早速始めましょう。まず、食べるという単語を例に考えてみます。この単語の辞書形の発音は、たのピッチが下がり、べのピッチが上がり、るのピッチが下がります。では、この単語の手形はどうでしょうか？辞書形と同じピッチパターンになると思いますか？もし同じだったら、食べてとなるはずですが、なりません。実は、手形のピッチパターンは、食べてです。辞書形が食べるなのに、手形になるとどうしてピッチパターンが変わるのでしょうか？どちらも同じピッチパターンにすれば簡単そうですね。でも実際は活用形が違うとピッチパターンも変わることが多いのです。では、動詞のピッチパターンは名詞のピッチパターンより本当に難しいのでしょうか？このビデオで一緒に考えていきましょう。まず、動詞の辞書形のピッチパターンについて復習しましょう。動詞には大きく分けて2つのタイプがあります。1つ目は下がらない動詞です。例えば、行く、言う、遊ぶなどです。これらは単語の最後のピッチが下がりません。2つ目は下がる動詞です。例えば、食べる、飲む、話すなどです。これらは辞書形の最後の一拍のピッチが下がります。下がらない動詞は手形もピッチが下がらないので、このビデオでは下がる動詞について説明します。では、手形のピッチパターンを見ていきましょう。食べる。辞書形は食べるで最後の一拍が下がります。食べて。手形は食べてで最後の二拍が下がります。最後の二拍のピッチが下がる。これが手形のピッチパターンの基本的なルールです。飲む。辞書形は飲むで最後の一拍が下がります。飲んで。手形は飲んでで最後の二拍が下がります。書く。辞書形は書くで最後の一拍が下がります。書いて。手形は書いてで最後の二拍が下がります。ポイントは辞書形は二拍ですが手形になると三拍になり、その最後の二拍が下がるということです。待つ。辞書形は待つで最後の一拍が下がります。待って。手形は待ってで最後の二拍が下がります。ここで小さいつ、つまり即音について説明します。小さいつにはピッチがありません。そのため、ピッチが下がっているかどうかはわかりません。しかし、この場合、ピッチがない部分は下がっている
と考えて大丈夫です。見る。辞書形は見るで最後の一拍が下がります。見て。手形は見てです。注意してください。手形が2拍しかない場合、最後の一拍だけが下がります。これは例外なので覚えておいてくださいね。まとめです。動詞の辞書形のピッチパターンは一つ一つ覚える必要があります。でも動詞の活用形のピッチパターンにはルールがあるので、ルールを覚えてしまえば簡単です。辞書形のピッチが下がらない場合、手形も下がりません。辞書形のピッチが下がる場合、手形の最後の2拍のピッチが下がります。ただし、手形が2拍しかない場合は、最後の1拍だけが下がります。これは例外ですから覚えてください。こうしたルールを知っておくと、動詞のピッチパターンの学習がずっと楽になります。ぜひ参考にしてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。